どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、久しぶりというかもう1年半ぶりぐらいですかねに、僕の家のルームツアーをねやろうと思います。一番最初にやったのが本当にこの動画を始めたぐらいの時で、まだちょっと撮り方とかね説明の仕方があんまりうまくできてなかったので、改めてねちょっとやろうかと思ってこう動画を回しています。こうやってね動画を撮ってると、ここでどうなってるんですかとか、これどういう風に収納してますかとかっていう話を、ね、たくさんいただくので、ちょっとねまとめてこのルームツアーでご紹介できればなと思います。はい、で前提で言っておくと、僕の家はですね、ワンルームですね、ワンルームで、ロフト付きのね家に住んでいます。ちょっとね今手狭かなっていう感じではあるんですけれども、心地よく気持ちよくね、暮らせる、サイズ感ではあります。はい、ちょっとね、それぞれの場所に合わせてお話をしていくので、ぜひね参考にしてみてください。はい、それじゃあね、ルームツアー行ってみましょう。まずはですねおなじみのところからなんですけども、いつもね背景に映ってる僕の、ね、デスクです。この天板は吉祥寺でね本当に8年前とか9年前ぐらいに買ってきたものを自分でね表面削ってオイルを染み込ませて使ってるものです。でこれ足にはこれね電動の、スタンディングデスクが新しくねこれ搭載してまして、こんな感じでこう在宅のねワークに合わせてこの、足の高さですね、この足の長さを電動で変えれますっていうものですね。でこの足の高さもですね一回設定しておくとそれを記憶してくれてるので、自分のねこういい座りの位置だったり立ちの位置に合わせてくれるっていうものです。で、これは LG の34インチのワイド曲面ディスプレイですね。よいしょ、こんな感じでよいしょ、ちょっと曲面になっているワイドのディスプレイです。やっぱり、自宅で作業する時とか、あと特にね動画編集をする時にですね、横にこのね広いとタイムラインが見やすいので、これはねすごく役に立ってます。でかつね、このモニターアームですね、 Amazon のモニターアームでこうやって宙に浮かせて目線をねちょっと上げるっていう感じですね。これに関してはそのデスク周りのお話の動画があるので、そこをね詳しく見てみてください。でいつもね、こんな感じでこう窓辺にはですね、観葉植物何か置いてます。で僕の場合はこんな感じでこう枝物ですね、花瓶の中に枝を入れて、だいたいこれが3週間から1ヶ月ぐらいかな持つので、こんな感じで週末にね買ってきて、でそれを生けてますっていう感じですね。でよく聞かれる質問で、1番2番目ぐらいにね多いのがこのね後ろのブラインドですね。このブラインドどこで買ったんですかって話をされるんですけど、これはね楽天で買いました。楽天でオーダーサイズのものを買ってここにつけています。多分ね6000円とか7000円とかそれぐらいの金額で買ったんじゃないかと思います。でこちらにはねギターとウクレレが1本ずつかかってるんですけど、これはどういうものかというと、一つはですね、ヤマハのサイレントギターっていうもので、こんな感じで、弦をね弾いてもあんまりね音がしないんですよ。ここのホールっていうね音を響かす部分が全くの空洞なので、賃貸で弾いてても、迷惑にならない、大きな音が鳴らない、練習用のねギターです。アコースティックギターを練習する時に僕がね使っているものですね。で、よいしょ、もう一個はね、ウクレレなんですけども、こんな感じでですね、ちっちゃいサイズのウクレレです。多分ねこれ Amazon で1500円とか、2000円とかそれぐらいのね金額で買いました。最近はねギターの方が面白くて、あんまりウクレレやれてないんですけど、やっぱりねこのサイズ感が良くてキャンプとかね持ち運べるので、たまにね使ってます。でここはよいしょ、ギターヒーローだったっけな、ちょっと概要欄に名前載せておくんですけども、こんな感じ賃貸でも使えるホチキスでね止められる、金具ですね。でこうやって宙に浮かしています。これだと壁をね傷つけずにこうギターをこうそのまま宙にね置いておけるので、他の面積も取らないし、見た目もいいしっていうことで本当にね、重宝してます。で先日のね動画でも上げたんですけど、うちの電気は全部ヒューっていうね電球にこれ統一をしていて、 OK Google 電気をつけて、こうやって指示をすると電気が自動でついてくれるってものですね。 OK Google 電気を消して。わかりました。8つのライトをオフにします。このヒューはですねスマホとか音声でオンオフできるだけじゃなくって、色のね温度ですね、色を変えることができるので、こう在宅ワークでねこう集中をしたい時とかゆっくりしたい時にこうムードを切り替えられるので、すごくね役立ってますね。これもね詳しい動画があるので、ぜひそちら見てみてください。でこちらがね家で使っている、シェルフですね。確かにニコワンドで買ったと思います、このシェルフは。
で上にですね50インチぐらいの、ディスプレイが載っていて、そのディスプレイにですね、このパナソニックの、プレイヤーからですねテレビの、出力をしていて映像を流しています。でこれにはですね Apple TV とか、もつながっているので、こう Apple TV 経由でね映画とかも見たりできますっていうものですね。で、ここにはですね他に Google ホームと、Alexa があります。で、基本的にはね僕 Google ホーム使ってます、音声で操作するときは。なんですけどちょっとねこの Alexa エコーだったかな、エコードットかなの、画面がねちょっとこれ時計としても使えるんですね。なのでこれシンプルで可愛いし分かりやすいしってことで、時計代わりにね Alexa を置いています。でこの一番右のところにはですね、マジックキューブっていうものがありまして、これで家の家電を全てコントロールしています。エアコンをね音声でつけたりとか、テレビをね音声でつけたりとかするときにこのマジックキューブが働いてくれてるっていう感じですね。で、最近ね物がどんどん減ってきてるので、この辺にはねスケッチブックとか置いてます。僕の場合ね結構紙とねペンで何か書いて考えること結構多いので、それ用にですねスケッチブックいつでも使える場所に置いていますね。で、下段にはですねこれ AirMac ですね、Wi-Fi のルーターが置いてあります。で、これはねジェネバっていうメーカーのスイスのねメーカーですねのスピーカーですね。家のオーディオ機器はこれがねになってくれてます。すごくねちっちゃいんですけどあったかい音がして響きがいいんですよね。なのでこのジェネバをメインでね使ってます。でたまにねちょっとどっか出かける時とかムードあるね音楽を聴きたいっていう時にこのねソニーのですねガラスのスピーカーですね、これも使うことがあります。これねライトが灯ってすごい見た目的にもおしゃれっていうのありますし、音がねすごく遠くまでよく響くんですよね。なので大きなね部屋とかどっか野外でこう音楽流す時にも使えるっていうので、すごくねこれも気に入ってる Bluetooth のスピーカーですね。こちらにはですねもう一個ギターがありまして、こちらはですねオベーションっていうね名前のアコギですね。アコギなんですけどここをね、後ろが薄くて持ち運びやすいっていうものですね。見た目がねかっこいいのと持ち運びやすいのっていうところでこれ買いました。確かね中古の楽器屋さんで3万4万ぐらいで買ったものですね。崎山くんとかもねこれ使っていてなんか嬉しいなっていう感じですね。それこそちゃんと YouTube 始める前は YouTube のチャンネルでこのちょっと弾き語りとかもねやってたので、また復活させたいなとは思うんですけど、最近はねお家にいる時間も増えてきたので、またちょっとね練習再開したいなと思ってます。シェルフの横にはですねこんな感じで姿見がね一つかけてあります。これは奏で物っていうねインターネット通販のこう家具をね売ってるところで見つけた、姿見ですね。これも、壁美人っていう賃貸の壁を傷つけずにね吊るせるものがありまして、それでね、こんな感じで、吊るしています。やっぱりこう立て掛け式じゃなくて壁にかけると下がね汚れないんですよね。どうしてもこう鏡立てかけちゃうとそこにねホコリが溜まったりするんですけども、下がねすっきりしているので、使いやすいなっていう感じですね。コメントで質問をいただくナンバーワンといってもね過言でもないのがこのね壁なんですよね。コンクリートの賃貸に住んでるんですかみたいな話を聞かれるんですけど、これはね全部、壁紙貼ってます。コンクリートっぽい壁紙を自分でねこれ貼ってます。賃貸でも使える貼ってね剥がせるこう糊みたいなものがあるんですね。それをこう一個一個に自分でローラーで塗って壁紙をこうペタペタして、こうギュッとね、敷き詰めてこんな感じでコンクリート風の壁にしています。結構いい感じに貼れたので見た目だとね全然わかんないですね。たまにこう友達とか呼んでもこれコンクリートだと思ってたっていうぐらい見た目でもね気づかれないので、賃貸でもね、こういう風に壁紙だけ変えてあげると全然ね雰囲気が変わると思います。壁紙もね貼った動画があるのでそれ概要欄にね載せておきますね。こちらは主にですねこういう金属系のものを置いてるラックですね。ここには何があるかというと、このね、ブリキでできた箱ですね。この中に文房具とか入れてるんですけども、同じようなね形のブリキの箱を3つ並べて、ちっちゃいものを整理しています。であとはねこれですね。よいしょ、これも同じくねスチールの缶なんですけども、これ何が入ってるかというと、こんな感じですね。小銭たちですね。僕は、小銭をね、家に持って帰ってきたらすぐにねこの貯金箱の中に入れてるんですよ。
これを貯金箱として使っていて、これもねかなり満杯になってきたんですけれども、1年も使えばねすごいいい金額貯まりますし、財布をね常に軽く身軽にね動けるので、これはねおすすめですね。何か貯金箱を用意して小銭を帰ってきたら入れておくっていうものですね。よいしょ。あと最近役に立ってくれてるのはこれですね。イソップのルームフレグランスを使ってまして、これ部屋の中でね使ってもいい匂いがしていいんですけども、お風呂入る時にこれをね何プッシュかしてシャワーをね入れると、すごくねいい匂いが浴室の中でふわっと広がってリフレッシュになるんですよね。僕お風呂の時間すごい好きなので、それをより楽しむためのアイテムとしてイソップのルームフレグランス使ってます。であとはですね、これは霧吹きですね。アイビルっていうねメーカーの霧吹きで、すごいね細かい霧が連続で出るものですね。アイロンかけたりする時とか髪の毛のねセットする時に使っています。であとはお香ですね。僕匂いもねすごい大事なね、部屋の要素だと思っているので、こういうふうにお香をいくつかストックして、焚いています。これはアポテーケフレグランスっていうメーカーのねお香ですね。ここのお香が好きで定期的にね買っています。クリーナーとしてこのマーチソンヒュームのねスプレー使っています。これは天然素材でどんなところでもね使えるクリーナーですね。なのでテーブル拭いてもいいし、トイレとかね水場をね拭いてもいいし、キッチン拭いても全然ね有害な物質が入ってないので安心ですってものですね。すごくね匂いも柑橘系のねオレンジの爽やかな匂いがして、気持ちいいのでねこれよく使ってます。お風呂掃除とかもこれでやってますね。でこのラックの横にあるこのね黒い棒なんですけど、これはねドロワラインっていう、突っ張り棒ですね。鉄製の突っ張り棒がありまして、これもね使っています。こんな感じでちっちゃいねサイドテーブルがあるので、ここに財布だったりとか細かいものを置いたりすることもできますし、あとは家に帰ってきたらですね、カバンをかけておくんですけど、こんな感じで突っ張り棒にねかけておけたりもするので、すごくね空間を縦にね立体的に使えて便利なアイテムですね、このドロワライン。でラックの下にはですねこんな感じで同じサイズの箱を6個使ってまして、この中にはまたね、ジャンルに分けて小物を収納しています。で、見た目はね同じなので、こうやって分かるように一個一個の箱にですねこんな感じで何が入っているかの名前をつけて並べておいてあります。こんな感じでやっぱりね箱の見た目が一緒だと並べた時にね統一感があるんですね。なので基本的に僕は、収納する時はですねこの箱もそうだし、こっちのねブリキの箱もそうなんですけど、いくつかの箱を、揃えて、その中でジャンルに分けて、収納するようにしています。で箱の話で言うと、もうこれがね集大成なんですけれども、僕のね家のほとんどのものはこの中に入っています。このバンカーズボックスっていう段ボール箱をね中に入っています。これはね、こんな感じで一つ一つのね段ボール箱を並べておけるね専用のファイルキューブっていうシステムがあって、その中に荷物をね小分けで入れておけますっていうものですね。やっぱりこの先ほどと同じで、同じ見た目とか規格で統一すると物をね入れておいてもやっぱりすっきりするんですよね。で僕はほとんどのものはこのねバンカーズボックスの中に入れて、このラベルでね管理をしています。でも自分で暗記をしているので、どこのボックスね何が入ってるかっていうのも全部ね自分で把握をしています。で、それでね定期的に中身もしっかり管理をして、無駄なものをね捨てたりとか、必要なものだけをストックするようにしています。やっぱりジャンルで一つずつ箱を分けると、そのジャンルがねいっぱいになってきた時にやっぱり無駄なものが出てくるんですね。っていう風に、ジャンルごとにね一つ箱を用意してあげるだけで、そのジャンルのものがねどれだけあるかっていうのがやっぱ把握できるんですよね。っていう意味を含めて、この1箱分をね越さないように物をちゃんと収納して捨てたりね断捨離するようにしています。このファイルキューブはですね本当に引っ越しとかする時にも便利なんですよね。このままね持ち手がついているのでグッとね持っていけば、荷造りも必要なく、同じね区分けのまま新しいシンクにねこれを持っていけるので、いろんな意味でもねこれおすすめです。で僕の家のクローゼットはちょっとね狭いんですけど、こんな感じですね。ここの部分に服をかけてます。いつもはねここにプラス奥さんの服とかもかかってるんですけども、僕の服だけで言うとこんな感じですね。でここはねもちろんなんですけど、僕のね会社ドリップで作っている、こちらのハンガーですね。このワンガーっていうねハンガーで全て統一しています。このねパンツもかけれて、上にねジャケットもかけれて、こうやってかけたまますっとね簡単に、このパンツを引き出せるハンガーですね。クラウドファンディングで支援いただいた方に
ね今配送するところなんですけども、ようやくねコロナも落ち着いてきて5月中にはねきっと送れるようなスケジュールでね進んでますので、ちょっとお待ちください。でそのクラウドファンディングのね配送が終わったら一般販売もする予定なのでお楽しみに。で前回はですねリビングまでで終わったんですけど、今回はねちょっとだけこのキッチンとか他の部分もご紹介します。でここの部分がね、キッチンになるんですけども、そんなに広くはないですね。でその代わり物は少なく置いてまして、便利なのはこれですね、立つしゃもじですね。この持ち手のところがね平面になってるので、こんな感じで立ててね水を切っておけるってやつだったりとか、あと最近すごくね活躍してくれてるのはこれですね。よし、ウォッシュボンの、自動のね、こうソープディスペンサーですね。こんな感じで手をねかざすだけで泡出してくれるので、これ非常にね、便利で助かってます。やっぱりねこれがあるとよりね手を洗おうって気持ちになるので、すごいありがたいですね。あと脱衣所はねちょっと狭いんですけど、こんな感じですね。日立の、ビッグドラム風アイロンっていうね、僕がね本当に毎日お世話になっている、ドラム式洗濯機ですねが置いてあります。これは本当に最高ですね。洗濯物をこう入れて、でもうポチッとねボタンを押すだけで自動で洗剤も入れてくれて、乾燥もしてくれて、最後に出してくれると思うので、これだけでねこう QOL というか生活の質がね大きく変わったと思います。はい、というわけで今回は、1年ぶりだったんですけれども、僕のルームツアーということで今ね僕が住んでいるこの部屋についてね、ちょっと簡単にご紹介をさせてもらいました。1年経って、結構ね変わってないといえば変わってなかったんですけれども、その分ですねこう物の数が減って、よりねいいもの、より自分が好きなものにこうアップデートがねできたんじゃないかなと思っています。こんな感じでね意外とこうワンルームでも、壁紙だったりとかこうブラインドとかね工夫をすればいい感じのね見た目になると思いますので、是非ね参考にしてみてもらえると嬉しいです。でもしね、この動画が良かったらいいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。で他のね関連の動画は全部下に概要欄書いておきますので、よかったらねデスクとか、このね電球とかぜひ見てみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。I never lost it, baby. It was close,